ゆっくり解説。人生が変わる。幸せを手に入れる10の習慣。ねえマリサ、幸せってどうすれば手に入るのかな？お、いい質問だな。実は幸せを手に入れるためには、毎日の習慣がとても重要なんだぜ。習慣？どういうこと？そうだな。例えば、ポジティブな考え方をすることや、健康に気を使うこと、感謝の気持ちを持つことなんかが、幸せを感じるための基本なんだ。なるほど。毎日少しずつでも変えていけば、幸せになれるんだね。その通りだぜ。今日はそんな幸せを手に入れるための10の習慣をランキング形式で紹介するんだ。わあ、それは楽しみだな。私も試してみたくなるかも。じゃあ、早速10位から1位まで見ていこうか。きっと、みんなが実践したくなる習慣ばかりだぜ。第10位。朝のルーチンを整える。マリサ、朝ってどう過ごすといいんだろう？いい質問だな。実は、朝の過ごし方がその日の一日を大きく左右するんだぜ。成功した人たちって、みんな朝のルーチンを整えているんだ。朝から決まったルーチンを作るってこと？そうだぜ。例えば、早起きして、まずはストレッチや軽い運動をすることで体を目覚めさせる。心地よい朝の時間を作ると、その後の一日がスムーズに進むんだ。なるほど。朝から動くと気分も良くなりそうだね。何か他におすすめのルーチンはある？他には、朝食をきちんと摂ることも大事だな。栄養をしっかり摂ることで、体調も良くなり、集中力もアップするんだ。確かに朝から食事をしっかりとると、エネルギーが湧いてきそう。その通りだぜ。それに、朝のうちに少しでも目標を立てると、より前向きにその日を過ごせるんだ。目標を立てると、やるべきことが明確になって、一日がもっと有意義に過ごせるよね。そうだぜ。朝の時間を有効に使うことが、その日一日のモチベーションを上げる秘訣なんだ。みんなも自分に合った朝のルーチンを見つけて、毎日を元気にスタートしよう。よし、私も明日から朝のルーチンをしっかり整えて、元気に一日を始めるぞ。第9位。ポジティブな言葉を使う。マリサ、普段使う言葉って、意外と大事なんだね。そうだぜ。言葉にはものすごい力があるんだ。ポジティブな言葉を使うだけで、自分の気分や周りの状況まで変わってくるんだよ。言葉で気分が変わるって、ちょっと信じられないな。でも実際、ポジティブな言葉を使うことで、ネガティブな思考から抜け出しやすくなるんだ。例えば、できる、頑張ろう、ありがとう、っていう言葉、これだけで心が軽くなるだろ？確かに、ありがとうって言われると、なんだか嬉しくなるもんね。その通りだぜ。ポジティブな言葉を使うと、周りの人たちも良い影響を受けるし、自分自身の心も落ち着くんだ。逆にネガティブな言葉は、余計にストレスや不安を増やしてしまうから、意識的にポジティブな言葉を使うようにしよう。なるほど。ポジティブな言葉を使うことで、もっと良いエネルギーが循環するんだね。その通りだぜ。例えば、今日は良い一日になるって自分に言い聞かせるだけでも、前向きな気持ちが湧いてくるんだ。なんだか気持ちが明るくなってきたよ。言葉一つで、そんなに変わるなんて驚きだね。言葉の力を信じて、普段からポジティブな言葉を使い続けることで、自然と自分の気持ちも前向きになり、日々の生活がもっと楽しくなるんだ。私も明日から、もっとポジティブな言葉を使って、気分を良くしていくよ。第8位。感謝の習慣を持つ。マリサ、感謝の気持ちを持つことが大切だって聞いたことがあるんだけど、どうしてそんなに大事なんだろう？いい質問だな。感謝の気持ちって、実はすごく強力なものなんだ。感謝することで、心が穏やかになり、ポジティブなエネルギーが生まれるんだぜ。感謝するだけで、そんなに効果があるんだ。そうだぜ。例えば、毎日感謝することを習慣にしてみると、良いことが増えていくんだ。最初は小さなことでも、ありがとうって言うだけで、気持ちが軽くなったりするんだよ。確かに、ありがとうって言われると、嬉しい気持ちになるよね。それって自分が言っても同じ効果があるのかな？その通りだ。ありがとうということで、自分の気持ちが穏やかになり、日々のストレスも減るんだ。
感謝を口に出すことは、心のケアにもつながるし、周りの人との絆も深めることができるんだよ。なるほど。感謝することで、心が温かくなるんだね。その通り、感謝の習慣を持つことで、日常の小さな幸せに気づくことができるようになるんだ。それに、感謝の気持ちを持つことで、自分自身の心の余裕もできるし、周りに対しても優しくなれるんだぜ。じゃあ、毎日感謝することが習慣になると、幸せを感じやすくなるってことか。そうだぜ。感謝の気持ちを毎日持つことで、どんな小さな出来事にも感謝できるようになり、その結果、人生がもっと豊かに感じられるんだ。私も、もっと感謝の気持ちを大切にして、毎日を過ごしていきたいな。それが素晴らしいことだぜ。毎日の小さな感謝が、幸せを引き寄せるんだ。ぜひ、試してみてくれ。第7位、小さな成功を積み重ねる。マリサ、小さな成功を積み重ねるってどういうこと？それはな、毎日少しずつでも達成感を感じることが大事なんだ。大きな目標に向かって一気に突き進むのもいいけど、途中で小さな成功を積み重ねることで、モチベーションが維持できるんだぜ。小さな成功を感じることが、モチベーションにつながるんだね。その通りだぜ。例えば、目標を達成するために必要なステップを細かく分けて、それを一つずつクリアしていくんだ。その小さな成功を感じることで、どんどん自信がついてくるんだよ。なるほど。目の前の小さな達成が、次のステップに進む力になるんだね。その通りだ。例えば、運動を始めるときにいきなりフルマラソンを目指すんじゃなくて、最初は1日10分のウォーキングからスタートする。その10分のウォーキングを毎日続けるだけで、達成感が生まれて、そのうち30分、1時間と目標を引き上げることができるんだ。そうやって少しずつ進んでいくと、最終的には大きな成果が見えてくるんだね。まさにそうだぜ。小さな成功の積み重ねが、最終的には大きな成功につながるんだ。大きな目標に取り組むときは、焦らずにその過程を楽しむことが大事だ。でも、途中でくじけそうになった時はどうすればいい？その時は、また小さな目標に立ち戻ってみるんだ。小さな成功を積み重ねてきた自分を誇りに思って、前に進むエネルギーをチャージするんだよ。確かに、ちょっとした成功でも大きな意味があるんだね。私も小さな目標から達成していくようにしてみる。それが大事だぜ。小さな成功が積み重なって、最終的には大きな結果が得られるんだ。頑張っていこうな。第6位、自己投資を惜しまない。マリサ、自己投資ってなんだか難しそうだけど、どういうことなの？自己投資っていうのは、自分の成長やスキルアップにお金や時間を使うことだぜ。例えば、読書や勉強、セミナーに参加することも、すべて自己投資の一部なんだ。なるほど。つまり自分をより良くするために投資するってことか。でも、お金や時間を使うのはちょっと不安かも。その気持ち、わかるぜ。でも、自己投資は将来の自分に対する一番大きなプレゼントなんだ。例えば、スキルを身につければ、その先で得られるチャンスや収入が増える可能性があるからね。それって、今はお金や時間を使っても、将来的にはもっと大きなリターンがあるってこと？その通りだぜ。勉強や経験を積むことで、新しい仕事やチャンスを得ることができるし、自己成長を感じることができるんだ。それに、自己投資は他の誰にも取られない、あなた自身の財産になるんだよ。確かに、自分の成長は誰にも奪われないし、投資して損はないよね。その通り、例えば、何か新しいスキルを学べば、そのスキルが自分の武器になって、今後の人生を大きく変えることもあるんだ。それなら、ちょっと怖がらずに投資してみる価値がありそうだね。でも、どうやって投資したらいいの？まずは、興味がある分野や自分の弱点を見つけて、それに合った学びを始めてみるんだ。例えば、オンラインコースに参加したり、本を読んだりすることが簡単な自己投資だぜ。よし、まずは興味がある分野の本を読んでみるよ。自分の成長のために少しでも始めてみることが大事だね。その調子だぜ。自己投資を続けていけば、
とあなたの人生もより充実してくるはずだよ。第5位、健康的な生活を送る。マリサ、健康って大事だよね。でも、どうしたら健康的な生活を送れるんだろう？健康は幸せを感じるための基本だぜ。体が元気だと、心も元気になって、いろんなことに挑戦できるようになるんだ。確かに、体調が良いと気持ちも前向きになるよね。でも、具体的には何をすれば健康的な生活になるの？まずは、食事がすごく大事だぜ。バランスの取れた食事を心がけることが健康維持の基本だ。野菜や果物をしっかりとり、脂っこい食べ物や甘いものは控えめにするんだ。なるほど。野菜や果物を多く摂ると体に良さそうだね。でも、他に気をつけるべきことは？運動も大切だぜ。毎日少しでも体を動かすことが、健康を保つためには欠かせないんだ。ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなど、自分が楽しめる運動を見つけることが大事だよ。ああ、運動か。何か特別なトレーニングをしなくても、ウォーキングやジョギングなら簡単にできるよね。その通り、運動は続けやすさが大事だから、自分ができる範囲で少しずつ始めるといいんだ。心地よく体を動かすことが、健康を長続きさせるコツだぜ。運動はちょっと苦手だけど、毎日少しでも歩くようにしてみようかな。それがいい。あと、睡眠も大事だぜ。十分な睡眠をとることで、体が回復し、エネルギーも充電されるから、次の日を元気に迎えることができるんだ。睡眠も大事なんだね。やっぱり、しっかり休むことも健康の一部だ。その通り、規則正しい生活と、適切な食事、運動、睡眠を心がけることで、心も体も健康になれるんだ。健康があってこその幸せだから、毎日少しずつ意識して過ごすといいぜ。よし、私ももっと健康的な生活を心がけて、元気に過ごしていくよ。第4位、自分に優しくする。マリサ、なんだか最近自分に厳しくしすぎてる気がするんだけど、自分に優しくするってどういうこと？それはな、自分を大切にして、過度に自分を責めたり、無理をしないことだよ。完璧を求めすぎると、逆に疲れちゃうから、自分をリラックスさせる時間も大切なんだ。そうか、完璧を目指しすぎると疲れてしまうんだね。その通り、みんな、自分に厳しくなりすぎて、プレッシャーを感じてしまうことがあるんだ。でも、自分に優しくすることで、心の余裕が生まれて、もっと前向きに物事を捉えられるようになるんだよ。でも、どうやって自分に優しくしたらいいんだろう？まずは、自分を責めずに受け入れることが大事だな。失敗やミスをしても、これが自分なんだって認めることが、自己肯定感を高めるんだ。なるほど、ミスをしても仕方ないって受け入れれば、少し楽になりそうだね。その通り。そして、たまには自分にご褒美をあげることも大事だぜ。頑張った時には、自分を褒めたり、好きなことをしてリラックスする時間を作ることも、心の健康につながるんだ。ああ、たまには自分にご褒美をあげることも大切なんだね。それに自分の気持ちに耳を傾けて、無理をしすぎないことが大切だよ。例えば、疲れた時には休む、ちょっとしたストレスを感じたらリラックスする時間を作ることが、自分に優しくするってことだぜ。自分の気持ちに素直になって、無理をしないことが大事なんだね。その通り、自分に優しくすることで、心が穏やかになって、もっと前向きに生きることができるんだ。自分を大切にして、無理なく毎日を楽しむことが幸せにつながるんだぜ。よし、私ももっと自分に優しくして、リラックスして過ごしてみるよ。第3位、人間関係を大切にする。マリサ、人間関係ってどうしてこんなに大切なんだろう？それはな、私たちの幸せって、実は周りの人たちとの関係に大きく影響されてるんだ。人間関係が良好だと、心が安定して、毎日がもっと楽しくなるんだぜ。確かに、身近な人たちとの関係がうまくいっていれば、気分もいいし、安心できるよね。その通りだ。良い人間関係があると、困った時にも支えてもらえるし、嬉しいことがあれば一緒に喜び合えるんだ。だから、
そういう関係を築くことがとても大切なんだよ。でも、人間関係って難しい時もあるよね。どうしたらうまくいくのかな？まずは、相手を理解しようとすることが大事だぜ。自分の考えや意見だけじゃなく、相手の立場や気持ちを考えることで、より深い関係が築けるんだ。相手の気持ちを理解するってことか。それは意識してやってみよう。その意識が大切だな。あとは、コミュニケーションをしっかり取ることだよ。小さなことでもお互いに話し合ったり、気持ちを伝え合うことが、誤解を防いで良い関係を作るんだ。なるほど。言葉に出して伝えることが、関係を深める秘訣なんだね。それに感謝の気持ちも大事だぜ。日常的にありがとうということで、相手への気配りが伝わって、信頼関係が強まるんだ。ありがとう。っていうだけで関係が深まるなんて素敵だね。その通りだぜ。人間関係を大切にすることは、人生を豊かにするための大きな鍵なんだ。家族や友人、同僚とのつながりがあるからこそ、毎日がもっと楽しく、充実したものになるんだよ。私ももっと人間関係を大切にして、周りの人たちと良い関係を築いていこうと思う。その域だぜ。お互いに支え合って、素敵な関係を築いていこうな。第2、目標を明確に設定する。マリサ、目標を設定するって聞くけど、どうしてそんなに大事なんだろう？それはな、目標があることで、何をすべきかが明確になって、行動に無駄がなくなるんだよ。目標を設定すると、自分がどこに向かって進んでいるのかがはっきりして、モチベーションも上がるんだぜ。なるほど。目標があれば、毎日頑張る理由ができるってことか。その通り。例えば、ダイエットをする場合、ただ痩せたいって思うだけじゃなくて、1ヶ月で 2kg 減らすとか、具体的な目標を設定することで、どのように進めばいいかが明確になるんだ。なるほど。具体的な数字が入ると、何をするべきかがはっきりするんだね。その通りだぜ。目標を具体的にすることで、自分がどんな努力をすればいいのか、どう進んでいけばいいのかが見えてくるんだ。それに、目標が明確だと、途中でくじけそうになった時にも、思い出して頑張る力になるんだ。目標をしっかりと定めることで、くじけずに続けやすくなるんだね。そうだぜ。でも、目標を設定するときに大事なのは、現実的で達成可能な範囲にすることだな。無理な目標だと、途中で挫折しやすくなってしまうから、少しずつ達成できる目標にしていくことが重要だよ。じゃあ、大きな目標を立てるだけじゃなくて、それを小さく分けて達成しやすくするのがコツなんだね。その通り、小さな目標をクリアするたびに、自信がついて、次の目標に向かって進む力が湧いてくるんだ。目標達成のプロセスを楽しみながら進むことが大切なんだよ。わかった。だから、目標を明確にして、それを達成するために少しずつ進んでいけばいいんだね。その域だぜ。目標を持つことで、日々の努力が意味を持って、充実感を感じることができるから、ぜひ目標をしっかり設定して、毎日を楽しみながら進んでいこう。第1、他者に貢献する。マリサ、他者に貢献するって、どうしてそんなに大事なんだろう？それはな、他の人に貢献することで、心が満たされるし、自分の人生に意味を感じることができるんだぜ。自分の力を他の人のために使うことで、自己満足が得られるだけじゃなくて、周りの人たちにも良い影響を与えることができるんだ。なるほど。他の人のために何かをすることで、自分も幸せを感じるんだね。その通りだぜ。例えば、ボランティア活動をすることや、身近な人を助けることが貢献になるんだ。ちょっとした気配りや親切も、十分に貢献しているんだよ。そうか、親切な行動やサポートでも、他者に貢献していることになるんだね。それに他者に貢献することは、結果的に自分自身を成長させるんだ。困っている人を助けたり、支えたりすることで、自分の視野が広がり、より豊かな人間関係も築けるんだよ。他人を助けることで、自分も成長できるってすごく素敵なことだね。だろ？しかも、
他者に貢献することで、社会全体が良くなるんだ。みんなが助け合うことで、コミュニティが強くなり、より良い環境が生まれるんだ。社会全体にも影響を与えるんだね。それに、貢献することで自分がもっとポジティブになれる気がする。その通りだぜ。自分が与えることで、他の人が幸せになり、そしてその幸せが自分にも返ってくるんだ。だから、他者に貢献することは、結局は自分自身の幸せにもつながるんだよ。他者に貢献することで、回り回って自分の幸せも増えるんだね。そうだぜ。だから、毎日ちょっとしたことでも他の人に手を差し伸べることが、人生を豊かにする大きな鍵なんだ。私ももっと他の人に貢献できるように、小さな親切を積み重ねていきたいな。それが素晴らしいことだぜ。貢献は、思った以上に大きな幸せをもたらすから、どんどん実践していこうな。総評またはまとめ。マリサ、今日は幸せを手に入れるための10の習慣を見てきたけど、どれも本当に大切なことばかりだったね。そうだな。自分の生活に少しずつ取り入れることで、確実に幸せを感じやすくなるんだぜ。ポジティブな言葉を使うことや、人間関係を大切にすること、そして他者に貢献することなんかは、特に大事なポイントだよ。そうだね。やっぱり、幸せは自分の心の持ち方や周りの人との関係に大きく左右されるんだね。その通りだぜ。毎日少しずつ、意識して行動することで、もっと幸せを感じることができるんだ。大きな目標を持って進むことも大事だけど、日々の小さな積み重ねが本当の幸せにつながるんだよ。これからは、もっと自分を大切にして、周りにも優しくしていくようにしよう。ありがとう、マリサ。それが一番だぜ。幸せは自分の手の中にあるから、毎日少しずつ実践して、素敵な毎日を送っていこうな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。